テトロキッズ。どうも、チャンネルテトロキッズへようこそ、哲夫キッズです。さあ、今回私は京都の方に来ております。エディットモードさん。こちらは任天堂さんとライセンス契約をされているアパレルの会社さんなんですね。お店の外からもちらりとお洋服が並んでるのが見えます。ただこのエディットモードさん、いつも来ていつでもお買い物ができるわけではありません。普段はネットでの通販などもやってるんですが、お店自体がオープンするのは何かイベントのある時、この10月は7、8、9、この3日間だけなんです。今回は特別にお店が閉店した後に取材の許可をいただきました。ありがとうございます。表にはガチャガチャなんかも置いてます。そしてみんな大好きパックマンの、これは空きカプセル入れですね。おしゃれ。今回は関西圏での取材ということで、こちらの方に来ていただきました。どうも相葉チャンネルの相葉です。はい、相葉くん。はい。今日もちょっとね、一緒にこのエディットモードさん、はい、ね、見させていただきましょう。はい、行きましょう。はい。相葉チャンネルの方でもね、同じようにエディットモードさんの方を取材させていただきますので、ぜひ皆さんそちらも見てください。教えてお願いします。さあ、お店の方入っていきましょう。のれんをくぐりますと、うわー、マリオ。そして左を向くと、でかい。うわ、ギズモもいる。そしてこれはテレビのようですが、形がゲームボーイ。すごいな、こんなのあるんだ。障子がありまして、お店自体はちょっと和の佇まい。そして飾ってある絵はストリートファイター。もう入り口からめちゃめちゃワクワクする佇まい。そしてこちらは靴を脱いで上がるシステムになっております。お邪魔します。そして入って左を向くと、うわー、すごーい。マジかー。アパレル関係の会社さんなんですが、その他フィギュアいろいろ。懐かしい。あんまり流行らなかった3D のシステムのやつ。現物置いてある。すごい。すげえ。バーチャルボーイの画面。これすごいっすね。すごいね。今見る機会なんかもうないですよ。これなんかうまく撮れない自分の腕がもどかしいぜ。そうですね。すごいバーチャルボーイ。バーチャルボーイ。こちらドグマさんのところにも置いてあったやつかな。パックマン筐体。多分こちらは当時のやつではないとは思うんですが。はい、こんなのもあります。いやー、懐かしい空気が漂っております。任天堂の看板。あれ多分、その任天堂の公式のところしか、もらえない看板じゃなかったかな。そうなんですか？うん、確かそうだったと思うけど。エンターテインメントって書いてあるやつ。うん。すげえ。これ一個一個じっくり見せたい。けれども、そう簡単に見せれる量じゃない。魔界村のソフビとかあったんだ。そしてその下はディグダグ。
うわ、こんなのあるんだ。もうマリオの顔もいろいろだよね。うお、ゼルダ T シャツかっこいい。この辺は全体的にゼルダゾーンかな。アイバーちゃん。はい。アイバーちゃんの、はい。一番やったゼルダシリーズはどれ？うわー、やっぱり直近のうん。ブレスオブザワイルドシリーズ。あ、一番やったのそこになるんだ。もうごめんなさい、ミーハーで申し訳ないです。いやー、でもファミコンゼルダはちょっとお兄さん世代なので、あ、そうなるんだ。はもう初代ゼルダともうリンクの冒険世代なのよ、我々。々。だからね、あれ多分当時のチラシだと思うんだけど、え、あれですか。あれ最高だよね。緑の枠のやつ。いいですね。なんか、スピーカーがあって、これはレコードかな？いや、でも、すごい。もう我々レトロキッズにはたまらないラインナップだ。マジか。カセット。うわウィザードリーとかもあるじゃん。ザナドゥ。マジで。グラディウス。2。2ってなってるけど、あれはどっちだ？グラディウス2なのか、グラディウス2なのか。うわオホーツクにキューのカセットある。出てたんですね。オホーツクにキュー、1987年。ね。堀裕二三大ミステリーの一つ、オホーツクにキュー。うわこれは売り物だろうか。スカジャンめちゃくちゃ欲しい。めちゃくちゃかっこいい。いや、T シャツどれも可愛いんですが、ちょっと私がね、すげえいいなと思ったのがこれ。はい。これ昔のファミリーコンピューターのはい、カセットはい。に入ってたラインでしょ、これ。そうですね。それデザインにした T シャツなんだ。いや、これどれもめっちゃいいですよ。うわこれなんかちょっとリミックスっていうんですか、このいろんなキャラクターが入ってるの、むっちゃ可愛いですね。めちゃくちゃいいね。これやばいな。やばいな。通販でも買えるのかな？買えるみたいです。買えるって買う。これは買う。皆様買えるみたいですよ。ね、通販の方はね、やり方、概要欄の方に載せておきます。はい。アイバーシー、はい。アイバーシーちょっと、スーファミのパーカーじゃないあれ。これ、めっちゃいいじゃないですか。ねちょっと撮っていいですか、これ。うわー、かわいい。むっちゃいいじゃないですか、これ。スーファミの本体。しかもこんな感じのパッケージやったと思うんですよね、スーファミの。そうだよね。ですよね。スーファミ以外の本体もあんのかな？ちょっと探しましょうか。ちょっと見てみて。見てみましょう。カービィとか筐体はどうでしょうか？本体はちょっと待って、今の誰ですか？その後ろ、この後ろ、その次、それはエキサイトバイクじゃない？エキサイトバイクだ。かわいい。刺繍になってる。うわこれめっちゃいいじゃないですか。これめちゃくちゃかっこいいよ。これいい。後ろもこんな感じで。いいですね。エキサイトバイクティー。ごめんなさい、もう我々がちょっとエキサイトしちゃいました。本当にいいじゃないですか。もうこんなんとか。これマリオの月相ですよ。これ月相だ。おしゃれ。おしゃれ。そのマリオが主張しすぎてない感じの。してないですね。でも実は月相なんだよみたいなね。後ろはこれプクプクでしたっけね。はい。すごい。そして海ステージ。だからこの生地の色もちょっとブルーでいいね。はい、バーシー。はい。なんかコップとかもあるよ。うわ
ぷよぷよのアルルちゃんだ。うわ懐かしいね、それがなんとね、はい、こちらにありますし、その後ろが ET のコップ。いいな。 ET のコップ今なかなか手に入んないよね。いやーないですよ。あと個人的に思うのはあのピカチュウ見てください。初期のピカチュウ、ブクブクに太ってるピカチュウです。ゲームボーイ初期の頃の。初期の頃の。はい。こちらは名刺入れね、バルーンファイト、ドンキーコングね、当時のカセットの、外箱、その感じのデザインですね。チラッと見えてるけど、これファミコンのサッカーだな。すげえ、16って書いてある。メガドライブだ。めっちゃいいですねそれ。メガドライブ16ビット T シャツだ。すごい、背番号とかじゃないんだよ、16ビットだ。なかなか胸に思いっきりビット書いてないよね。ビット書いてないです。はい、この KOG、これが、キングオブゲームス、エディットモードさんが、会社名、そして、この KOG というのがエディットモードさんの、アパレルのブランド名、そしてこのロゴはスチャダラパーさんとの、コラボのロゴらしいです。さあ、そしてこの方が、こちらエディットモードの、代表の榎並正明さんでございます。すいません、どうも取材許可ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。もう最高の場所ですね。ありがとうございます。一軒家を改装してるんですけど、はい。もともとうちはそのアパレルのブランドっていうか会社をやってまして、はい、で任天堂さんとかゲーム会社のライセンスアパレルで取り扱ってるんですけど、はい、ウェブ販売がメインなんですね。はい。はい。でここは普段はここで梱包作業をしたりとか、はい。ここから発送作業をしたりしてる作業場なんですけど、そうですね。10月は7、8、9の3日間しか、お店としての稼働をされてないということで、これは、不定期の開催になるんですか？そうですね。大体、だから、今月はこの日にやりますよっていうのを前もって告知をさせてもらって、はい、で、その時だけオープンするっていうことをしてます。なるほど。はい、正直、ご商売としてはもう通販だけでも十分じゃないですか。そうなんですけど、はい。はい。やっぱり、この、プリントの具合であるとか、はい。生地感であるとか、そういうなんていうのは、やっぱオンラインで買っていただいてる方でも、はい。その1枚は持ってもらってても、他のやつでどんなんかなってわかんないじゃないですか。なるほど。はい。なので今までは、その1年に1回でも最低どっかで、東京でやるとか大阪でやるとかで、そういうイベントごとをやってたんですけど、やっぱそのコロナ禍になったりとか、そういうなんで、ちょっとやっぱり、できなくなっちゃったので。ああ、そういうことなんですね。じゃあもう自分たちのところのスペースでやろうかっていうことがきっかけですね。なるほど。展示会とかで実際にもう手に取って見る機会とかがなかなかないからというところで。そうなんですよ。そういうことなんですね。この店内といいますか会社内の、このコンセプトは何なんですか？もともとね、ここ、前のオーナーさんっていうか、ここ、大家さんのお家だったんですけど、もともと。で、ここにね、お稲荷さんの祭壇が実際にあったんですよ。あ、やっぱここ祭壇だったんですか？祭壇だったんですよ。ぽいなとは思ったんですよ。で、改装した時にそこはもうそのままにしといていただいて、で、ここはちょっとお店スペースにできそうやなっていうのがあったので、じゃあここに並べてみようっていうので、自分が持ってる、コレクションを置いていったらこんな感じになったっていう。これは、つまりお店のために集めたっていうよりはもともとの榎並さんのコレクションなんですね。そうです。はい。はい。すごい数ですよね。これはいつ頃から集められたものなんですか？そうですね。
でもまあ本当に昔から当時持ってたものもありますし、はい、それこそ20歳過ぎぐらいから、古着屋さんで働いてたんですね。はい。で、そこはそのアメリカントイとか、そういうのも一緒に売ってるようなお店で、だから結構こう、海外のフィギュアとかも多いんですよ。その海外の任天堂のフィギュアとか。あ、そうなんですね。はい、そういうものを中心に、はい。最初は集めてたんですけど、そこからどんどんこう、増えていって、こういう状態になったっていう感じですね。なるほど。マリオとかの顔が結構様々なのが、結そうですね、構海外製のやつとかも混ざってるから、はい、ちょっと違ったりしますもんね、イラストのそう雰囲気。ですね。オーバーオールが、赤いオーバーオール着てるマリオとかは、古いやつだったりとか。あります？はい。赤いオーバーオールのマリオ。これが一番、なんか世界で一番最初に出したフィギュアって言ってましたね。世界初のマリオフィギュアですか？アメリカで一番最初に出たってやつです。あ、なんとかマウススタイルの感じで。はい、顔、だいぶ違いますね。そうですね。全然違うんですけど、それが最初のマリオのフィギュアらしいです。この赤のオーバーオール。はい、そうです。これはもしかしたらスーパーマリオじゃなくて、マリオの頃なんですかね。ドンキーコング、ね。ドンキーコングの。はい。その頃ですね。なるほど。最初ドンキーコングですもんね。そうですね。ファミコンが確かそうでしたよね。そのご家庭で、そのゲーセンと同じクオリティのドンキーコングがやりたいっていうことで作られたのが。その主人公がマリオでしたもんね。はい、マリオですよね。すごいですね。もうこれちょっとね、見終わらない。だって、もうちょっと顔を動かしただけでもうすごい見たいのがいっぱい出てくるんだもん。いやいや、マイティーボンジャックのフィギュアとかってなかなかない。確かに、そうですね。マイティーボンジャックありましたね。懐かしいな。っていうかフィギュア出てたんですね。出てたんだね。そうなんですよ。うわ細かく見たら、だから、この辺もマリオが中心にはなってるけれども油断できないのよ。もうね、ミートくんとか、ミートくんとゆでたまご先生かなね、がいるし、龍馬がいるしと思ったら、あの辺はもうドラクエですもんね。うわ、ドラクエあれ陶器ですか？そうですね。当時出てた陶器製の。へえ。そんなのあるんですか？60種類ぐらいかな。T シャツで。T シャツ160種類もあるんですか？そんなにあるんですか？すごい。そのサイトの方とか見させていただいたんですけど、そこにはそんなに載ってないですよね。さすがにちょっと全部は載せられないので、やっぱり全部は並べられないですし、全部をこう在庫として持っておくことはできないので、そのシーズンオフとか、あとなんか次出るよっていう時に、その LINE とかでアンケート取ったりするんですよ。なんかどの辺、なんか復させてほしいやつはありますかとか。で、まあそれで声が大きいものを中心に、じゃあ次の春、夏はこれ出そうか、みたいなんで、目安にさせていただいたりとか、で、プラスその新しいものを作ってるので、その新しいものと一緒に販売したりみたいな感じで。はい。いいですね。懐かしいデザインだけじゃなくて、スプラトゥーンとかもあるんですね。そうですね。11月は、開店の予定は。そうですね。11月も、23から26日の4日間でやります。はい。そちらの、確認っていうのは、エディットモードさんの、ツイッター X。そうですね。SNS とか、あと、LINE 登録していただいている方は LINE の方でも詳細をお送りしたりとかします。はい、だそうですので、ぜひ皆さんチェックしてください。さあ、こちらでですね、今回の、イベントで、ゲストでよろしいですかね。今村先生がですね、似顔絵を描いてくださるということで、私も描いていただけることになってしまいました。本当によろしいですか、先生。はい、お任せください。うわ、すみません、ありがとうございます。僕ら本業ではないんで、お手柔らかに。似顔絵が。
今ちょっと途中経過を逆側から見させていただいてる感じ。うわーすごい。うわちょっと細いし、似てる。すごい書き始められてまだ2分半ぐらいですけど、もう似てる。似てるよね。すごい似てます。最近デジタルでよく書くことがほとんどなんでね、ちょっとアナログで書くと緊張してねつい黙ってしまうんですけど。やっぱデジタルは増えましたか。そうですよね。まあ仕事はほぼねデジタルででもそうなってなりきますよね。ちょっとねまあ趣も出しつつ、デジタルでは表現ねない味わいとかちょっと意識しつつ、いい感じで書く素早く。うわーすごい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。もうサクッとじゃあサインだけさせて。自分でもそっくりやわ。いやめちゃくちゃこれすごいもうそっくりです。はい。うわ、すいません、ありがとうございまあす。りがとうございます。そっくりでしょ。お店の向こうの方にもたくさん T シャツあったんですが、こちらにも、5つほど並んでますが、こちらの T シャツは、そうですね、これ今村さんが今回来られてるので、はい、今村さんが関わられてたゲームですあ、ね。なるほど、今村先生つながりの T シャツがこちらに並んでるんですね。スターフォックスのはいシリーズで、こちら、はい、これ色違いの、はい、うわーかっこいい。はいはい、うわー、あ、かっこいいですね、このポイント。でこれが F0 ですね。F0。F0 も同じくはいバルコンのパッケをつけてます。はい、うわーかっこいい。でこちらがはい今の今村さんのはいキャラクターですね。はいはいはい。ね、あ、こちらサイン入りにこちらサイン入りですね。ですか。ちょっと上の方に、はい、お店の神棚的なものもあるんですが、その神棚の周りスライムだらけなんですけどあれ何ですかこれ。当時ドラゴンクエストが出てた当時ぐらいの時に出てた陶器製のスライムなんですけど、あ、陶器のフィギュアなんですか。はい、そうですね。だから陶器なんでやっぱりこう割れ物なんでなかなかこう状態として残ってるものが少なかったりするんですけど、はい、それを見つければ買ってる、今もずっと買ってるんですけど。まだ買ってるんですか。いや相当ありますよこれ。相当あると思います。これ、はい、奥に4列ぐらいまだあるんで、このだから今見えてるの1列じゃないですか。はいはいはい。実は奥に4列ぐらいいます。ああ。見えますかね。ああ、ちょっと見えますね。はい。奥に。ちょっとみんなに見えるかな、どうかな。これ。そうです。なんかね、この時は手でやっぱり塗装してるので、はい、やっぱ個体差があったりして、はい、それもすごい僕なんか味があっていいなと思ってて。ああ、そうなんですね。はい、だからエラー品とかね、なんか口が塗られてないとか、はいはい。目ん玉が大きいとかちっちゃいとかね、いろいろあって、そういうのがすごい好きで。確かにちょっとずつお顔違いますね。そうなんです。連れ帰りましたね。
連れ帰りまくったらこんなんだったんです。はい。ねえ。メタルスライムもいるじゃないですか。そうです。この3種類が一応ラインナップとしてはこの当時で出てたやつですね。うわ相葉さん。はい。ちょっとね、お店が閉店されてから、はい、特別に取材させていただいてるんですが、ありがたいです。お店もね、今日はちょっと終わっちゃってるんですが、えなみさんの、特別にということで、ちょっとお買い物をさせていただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。うわー、ちょっと相葉さん、はい、私はもうちょっとこのいいですよね。この昔のファミカセ T シャツにもう心を奪われてしょうがないんです。いや、わかります。これは本当にいいですよ。だって合わせやすいね。でこのキャラクターも最高だもんね。かわいい。かわいいし、これアーバンチャンピオンでしょ多分。そうですか。そうですね。そうですよね。うわ、アーバンチャンピオンにバルーンファイトいるんだもん。サイズははいこちらですね。 XS、SM、L、XL で、ものによっては XXL もあるということですかね。はい。